こんにちは。そちらお出かけチャンネルです。今回はルネッサンスリゾート4日目です。今日の予約しているアクティビティの内容としては、午前中は9時からトレジャーハンティング3時間、午後は2時半からコーラルアドベンチャークルーズ40分、18時からヨットサンセットセーリング60分となります。そして夕食は予約はしていないですが、ホテルのお寿司屋さんロイズに行く予定と盛りだくさんの内容となっています。ちなみにもし字幕が欲しい人は画面右上にある CC ボタンを押してもらうと完璧な字幕を出すことができますので、ぜひこちらも利用していただければと思います。ルネサンスリゾートは外国人のお客様も多かったので、自動翻訳の英語、中国語、韓国語の字幕もつけていますので利用していただければと思います。ではまずは午前中のトレジャーハンティングの様子を少しだけお見せします。まずトレジャーハンティングは実際にやってみた感想としては、幼稚園の年長さんから小学生ぐらいのお子様におすすめのアクティビティだと思います。その理由は、ホテルの敷地内の様々な場所に仕掛けられているクイズを見つけて回答していくアクティビティがあるのですが、それがある程度文字の読み書きができないと回答が難しい内容となっているからです。何が10だって。ってことはどういうこと？が G でよくわかるね。私の息子の場合、小学1年生なのでギリギリ回答できたというレベルの問題でした。ということで、この動画では家族で参加しようか考えている親御さんのためにざっくりどんな内容のアクティビティになっているのかを紹介したいと思います。まず集合して海賊の衣装などを着て写真撮影をします。みんな子供たちは喜んで衣装を着て写真を撮っていました。子供たちはそのまま衣装を着てアクティビティに参加することが可能です。はい、手前に出して。もっとみんな近づいてはい。シートして。はい。いけるかな？ね。手にする？あ、出さなかった。はい、じゃあサニーがみんな頑張るぞって言ったら、今さっきぐらいの大きな声でおーって言って、いける？そうね、みんな戦う仲間お顔覚えといて。大丈夫？お兄ちゃんたちお顔覚えてね。お互いの。オッケー？いけるかな？じゃあ行きますよ。みんな頑張るぞー！はい、バッチリです。じゃあ暗号解いてきてください。はい、いってらっしゃい。次に40分ほどかけて配られた地図を見ながらホテルの敷地内にあるクイズを探してクイズを回答していきます。これは意外と大人も楽しめる内容となっています。これらのクイズを正しく回答できていると、その結果に応じて海賊からコインをもらうことができます。このコインは最後におもちゃと交換できますので、ぜひたくさんゲットできるように頑張ってください。こっちが金貨1枚 OK、 こっちが金貨2枚のもの。見たい見たい OK、 いくよ。こうやってもらえない。おお、やばくないこれ。欲しい。その後に砂場での宝探しアクティビティ、海上レストランコーラルシービューで大人も参加するお玉でボールをみんなで渡していくゲーム。大人がステージに上がり、海賊が指示したものを動きで表現して子供がそれを当てるゲームを行い、最後に船に乗って海賊と戦うというアクティビティとなっています。我が家は6歳の息子と1歳の娘と参加したのですが、6歳の息子は非常に張り切って楽しんでいました。息子の感想としては、今回やったアクティビティの中でトレジャーハンティングが一番楽しかったとのことで、またやりたいと言っていました。ちなみに私も退屈することなく、お子様連れの家族であれば大人も一緒に楽しむことができますので、3時間もあっという間に過ぎてしまいます。しかもこのアクティビティ、定価1万1000円で4人まで参加できて、さらにクラブサビーでレギュラー以上であれば半額の5500円で家族4人全員が参加できますので、他のアクティビティと比べるとかなり安く家族全員が参加できるのでおすすめです。逆に若いカップルやご夫婦のみでの参加はあまりおすすめではなく、あくまでも子供向けのアクティビティだと思っていただければと思います。ちなみに我が家は2024年の春にまたルネッサンスリゾートに3泊宿泊で予約しましたので、次回はトレジャーハンティング午後の部となっているマジムーン対戦編に参加したいと思っています。こちら1時間の短いアクティビティとなっていますので、どのような違いがあるのかをお伝えしていければと思っていますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。次のアクティビティは今回の宿泊中では2度目となるコーラルアドベンチャークルーズとなります。前回乗って息子が非常に気に入ってまたやりたいというので参加することとしました。コーラルアドベンチャークルーズはクラブサビで何度でも無料で参加できますので、これも嬉しいポイントです。前回は海の状況があまり良くないということで通常より短めのクルーズとなったのですが、今回は海の状況が良いので本来のクルーズを楽しめるとのことです。そして今回改めて参加して、本来はこんなに長い時間海の中を見ることができるアクティビティだったのかというように感じました。しかも前回に比べると明らかに水の透明度が高く、たくさんの種類の魚を見ることができました。ということで、もし海の状況が悪くショートクルーズになった場合にはもう一度参加してみるというのも良いと思います。寝るよ。だんだん
してるな。先生魚がついてくるんだけど。餌くれるかなと思ったらもうねえのかっつって。次のアクティビティは前回風の影響で中止となり参加できなかったヨットサンセットセーリングとなります。今回は風も少なく無事参加することができました。こちらもクラブサビーでレギュラー以上の場合は無料のアクティビティとなっています。内容としてはゆったりクルージングしながらサンセットを見るというアクティビティなのですが、残念ながらこの日は雲に太陽が隠れてしまっていたのでサンセットは見ることができませんでした。ですが夕方にゆったりのんびり大きなヨットでのクルージングはとても贅沢な時間に感じられました。ちなみにこのアクティビティではドリンクを1本もらうことができます。また子供は船の運転ハンドルをいじらせてもらうことができてとても喜んで遊んでいました。船が陸に戻ったのは予定時刻の19時を少し過ぎたぐらいの時間となりました。そして一旦部屋に戻った後すぐにホテルのお寿司屋さんロイズに行ってみたのですが、19時半の時点でなんと30分待ちという状況でした。これは大誤算です。お腹を空かした子供たちに文句を言われつつ部屋に戻り30分待ってやっと8時にお店に入ることができました。料理の内容としてはお寿司はもちろん美味しかったのですが、他にも茶碗蒸しや天ぷら、サラダやデザート、アイスなども豊富にあり非常に満足できる内容でした。しかも子供はクラブサビーの特典で無料なので大人2人分だけの支払いで済ますことができました。それでも1人7000円なので安くはないですが、ホテル内のレストランであることとお寿司など全てが食べ放題という内容から考えると満足できる値段だと思いました。ただし1点だけ残念な点がありました。それは期待していた中トロや大トロがなかったことです。この日はちょうど18時からマグロの解体ショーをやっていた日なのでおそらくその時間に行けば食べられたのだと思いますが、私が行った時間には中トロ大トロは残っておらず赤身しかありませんでした。ということで次回はもしタイミングが合えば解体ショーの時間にまた行ってみたいと思います。ということでまだ明日もありますが、5日目は朝食の後はチェックアウトし美ら海水族館に行きましたのでルネッサンスリゾート編は以上となります。ルネッサンスリゾートは遊びも食事も洗濯も全てホテル内で済ますことができて、ホテルを出なくても十分満足できるリゾートホテルとなっていますので、小さなお子様やお年寄りと一緒の旅行に非常におすすめなホテルとなっていますので、ぜひ行ったことがない人は一度行ってみていただければと思います。ちなみに私が今年調べた限りではルネッサンスリゾートを予約する際はジャランで予約すると安く泊まれますのでおすすめです。というのも私は以前は HIS 派だったのですが、 HIS の場合ルネッサンスリゾートの宿泊の場合は私が調べた限りでは旅行中全ての日でルネッサンスリゾートに宿泊するプランしかないのですが、ジャランの場合は旅行中の何泊かだけルネッサンスリゾートにするということも可能となっていますので、うまく組み合わせれば安く済ますことができます。私も今年2024年春に行く予定の沖縄旅行に関しては1泊目はリザンシーパークタンチャベイに宿泊し、2泊目から4泊目をルネッサンスリゾートにすることでかなり宿泊代を安くすることができました。ジャランの予約サイトに関しては動画の概要欄に説明とリンクを貼ったブログ記事のリンクを貼っておきますので、そちらでチェックしてみていただければと思います。また旅行代金の支払いをリクルートカードで行うとめちゃくちゃお得なので、もし持っていない人はリクルートカードを作成することをお勧めします。リクルートカードは年会費無料であるにもかかわらずどこで買い物をしても通常の還元率が 1.2% ともともと還元率が高いカードであることに加えて、リクルートカードで旅行の支払いを行うと国内旅行でも海外旅行でもどちらでも無料で旅行保険がついてくるという非常に旅行と相性のいいカードとなっています。そのため私は旅行関連は全てリクルートカードで支払いを行っています。しかもジャランの宿泊予約と合わせると 3.2% の還元率となりますのでめちゃくちゃお得です。ということでリクルートカードを作りたい人はお得な入会ポイントがもらえるリクルートカードの申し込みページのリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、そちらからカードを申し込みしていただければと思います。次回動画は先日行ったフィリピンのセブ島旅行の動画となりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちいただければと思います。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。